2026年3月、アメリカ、オハイオ州、深夜2時17分、病院の廊下に金属音が響いた。患者の心拍が停止しました。医師の声は、静かだった。静かすぎるほど、静かだった。22歳のサラ・コールマンは、交通事故から6時間後、その短い生涯を終えた。その瞬間、母親のダイアナは廊下のベンチに崩れ落ちた。言葉が出なかった。涙も出なかった。ただ、信じられなかった。昨日まで電話で笑っていた娘が、もういない。医師が告げた死亡時刻は、午前2時17分。その場に立ち会っていたのは、担当医と看護師2名。そして廊下の外で、父親のジェームズが一人、壁に手をついて立っていた。誰にも聞こえないはずの独り言を、彼は壁に向かってつぶやいた。サラ、ごめん、パパが守れなかった。その言葉を聞いた者は、誰もいなかった。処置室の中では、担当医が看護師に小声でこう言った。こんな若い子を見送るのは、本当に辛い。その会話も、記録されることはなかった。3日後、葬儀が終わった翌朝、ダイアナの手元に、一通のメッセージが届いた。送信元は、娘のサラの携帯電話番号だった。画面を見た瞬間、ダイアナの手が震えた。そのメッセージには、あの夜、処置室で交わされた医師の言葉が、一字一句、正確に記されていた。そして、廊下で誰にも聞かれることなく父親がつぶやいた独り言まで、すべて書かれていた。技術的にありえない。通信会社も、スマートフォンの復元専門家も、神経科学者たちも、全員が同じ結論を出した。説明不可能だ。と。では、あの夜一体何が起きていたのか。すべては、サラがまだ生きていたあの日の朝から始まっていた。2026年3月、オハイオ州コロンバス。その朝、サラ・ミッチェルはいつもと変わらない一日を送っていた。IMG、穏やかな朝の住宅街、カーテン越しに差し込む朝日。22歳、地元の大学で教育学を専攻する4年生。来年からは小学校の教師になる夢を持っていた。朝食のトーストを頬張りながら、母親のダイアンに向かって笑った。お母さん、今夜は遅くなるかも。友達と夕食があるから。その一言が、ダイアンが娘から直接聞いた最後の言葉になるとは、この時誰も知らなかった。IMG、若い女性が母親と朝食を囲む温かなキッチン。サラは活発で、思いやりがあった。近所の子供たちに慕われ、週末はボランティアで読み聞かせをしていた。友人たちは口を揃えて言う。サラといると、なぜか安心できた。と、午後6時17分、サラは友人との食事を終え、帰路に着いた。雨が降り始めていた。視界が悪かった。交差点に差し掛かった時、信号を無視したトラックが横から突っ込んできた。衝突は一瞬だった。サラの車は大きく弾き飛ばされ、電柱に激突した。IMG、雨に濡れた夜の交差点、赤いテールランプが滲む。救急車が現場に到着したのは、事故から8分後、サラはすでに意識を失っていた。搬送先はコロンバス総合病院の救急救命センター。処置室に運び込まれたサラを待っていたのは、緊急手術の準備を整えた医師たちだった。待合室では、父親のトーマスが一人で椅子に座っていた。誰にも何も言えなかった。ただ、祈ることしかできなかった。その時、サラの意識は、自分の体からゆっくりと離れ始めていた。柱に激突した。救急車が現場に到着したのは、事故からわずか8分後のことだった。サラはすでに意識を失っていた。搬送先は、コロンバス総合病院の救急救命センター。処置室に運び込まれたサラを待ち受けていたのは、緊急手術の準備を整えた医師たちと、無数のモニターが発する無機質な電子音だった。待合室では、父親のトーマスが、一人椅子に腰を落としていた。妻にも、駆けつけた親族にも、何も言葉が出なかった。ただ、両手を組み、目を閉じ、祈ることしかできなかった。その時、サラの意識は、自分の体からゆっくりと離れ始めていた。最初は、天井が近づいてくる感覚だったという。自分が上に浮いているのか、体が下に沈んでいるのか、その区別すらつかなかった。やがて処置室全体が、まるで水の底から見上げるように、遠くなっていった。医師たちの声が聞こえた。しかし、音としてではなかった。言葉の意味が、直接、頭の中に流れ込んでくるような感覚だった。担当医が看護師に告げた言葉、
モニターの数値を読み上げる声、誰かが小さくため息をついた瞬間、それらの全てが、驚くほど鮮明に、サラの意識の中に刻み込まれていった。そして、壁を越えた、物理的な壁を、処置室の外へ、廊下を抜け、待合室へ、そこには父、トーマスがいた。誰にも聞かせることのない、独白をしていた。娘への後悔、言えなかった言葉、ずっと胸の奥に閉じ込めていたもの。サラはその言葉を、粒隣に立つようにして、一つ一つ受け取っていた。医師たちの目には、処置台の上に横たわる22歳の女性しか見えていなかった。誰も知らなかった。サラがすでに、別の場所にいることを。やがて、視界の端に、一筋の光が現れた。視界の端に、一筋の光が現れた。それは最初、遠くにある小さな点のようだった。サラはその光に気づいた瞬間、不思議と恐怖を感じなかった。むしろ、懐かしいような、温かいような感覚が全身に広がっていった。光は少しずつ、近づいてくるのではなく、自分の方が引き寄せられているような感覚だった。足元に地面があるのかどうかも、もうわからなかった。ただ、前へ、ただ、光の方へ、気がつくと、サラはトンネルの中にいた。長い、長いトンネルだった。しかし暗くはなかった。壁の奥から、柔らかな光がにじみ出るように漂っていた。足音はしなかった。息をしているのかさえ、わからなかった。それでも、サラは確かに、歩いていた。トンネルの向こうに、誰かが立っていた。最初はシルエットだった。輪郭だけが、光の中に浮かんでいた。サラは目を細めた。いや、目を細めるという行為そのものが、もう意味をなさなかった。ただ、見えた。はっきりと、見えた。それは、祖母だった。7年前に他界した、サラの祖母だった。死は一つない穏やかな顔で、祖母はそこに立っていた。生前と同じ、薄いブルーのカーディガンを着て、右手に、小さな白い花を持って、サラは声を出そうとした。出なかった。それでも祖母には伝わっていた。祖母はゆっくりと微笑み、何も言わずにサラの手を取った。その手は、温かかった。あの日、病院のベッドで握った手よりも、ずっと温かかった。サラは気づいた。ここでは痛みがないことに、疲れがないことに、胸の奥に積もっていた、何年分もの重さが、ずっと消えていくことに、祖母は口を開かなかった。しかしサラには、言葉が届いた。声ではなく、感覚として、意味として、まだ、時間がある。それが何を意味するのか、サラにはすぐにはわからなかった。ただ、その言葉は胸の奥に、静かに、しかし確かに刻まれた。トンネルの先の光は、さらに白く、さらに広がっていた。引力のように、サラを呼んでいた。進めば、もう戻れない。そんな予感が、どこかにあった。しかしその瞬間、サラの耳に、声が届いた。遠い。とても遠い。しかしそれは確かに、知っている声だった。泣き崩れながら、娘の名前を呼ぶ。母の声だった。サラは立ち止まった。光と、声の間で、あの世と、この世の、境界線の上で、光は、まだそこにあった。白く、広く、深く、サラを包み込むように、ゆっくりと広がっていた。引力と呼ぶべきか、それとも正体と呼ぶべきか、言葉にできない何かが、彼女の全身を前へと引き寄せていた。一歩、もう一歩、足が、自然に動いていた。恐怖はなかった。痛みも、苦しみも、もうどこにもなかった。あったのは、ただ穏やかな静けさだけだった。ここが、終わりの場所なのかもしれない。そんな考えが、霧のように頭の中を漂った。しかしその瞬間だった。声が、届いた。遠かった。非常に遠かった。まるで何枚もの壁を隔てた向こうから、かすかに滲み出てくるような声だった。それでも、さらには分かった。間違えるはずがなかった。泣き崩れながら、娘の名前を繰り返す。震えて、かすれて、それでも諦めない声。22年間、ずっと聞いてきた声。お母さんの声だった。サラは、立ち止まった。光の手前で、一歩も、動けなくなった。ここを越えれば、戻れない。体が知っていた。理屈ではなく、魂の奥で、はっきりと感じていた。あの光の向こうには、もうお母さんの声は届かない。あの泣き声も、あのぬくもりも、二度と触れることはできなくなる。サラは振り返った。来た道は、もう見えなかった。白い光と、
遠い声の間に、ただ自分だけが立っていた。どちらへも進めず、どちらへも引き返せず、ただその境界線の上に、静かに佇んでいた。時間が、止まっているようだった。いや、時間という概念そのものが、ここには存在しないのかもしれなかった。お母さん、声に出したつもりだった。しかし音は、出なかった。それでも、その言葉は確かに、サラの胸の中で灯った。小さく、しかし、消えることなく、決断の瞬間が、近づいていた。光は待っていた。声も、待っていた。そしてサラの記憶の中で、ある光景が突然、鮮明に蘇り始めた。走馬灯のように、しかしそれは単なる過去の映像ではなかった。もっと深く、もっと鮮烈に、まるで今この瞬間に生きているかのような、圧倒的な輝きを伴って、溢れ出してきた、走馬灯、という言葉がある。死の間際に、人は過去の記憶を一瞬で見るという。しかしサラの中で溢れ出したのは、そんな儚いものではなかった。もっと重く、もっと温かく、もっと、リアルだった。最初に蘇ったのは、幼い日の光景だった。サラが6歳の夏、母親の手を握って、裏庭を走り回った。あの眩しい午後、芝生の匂い、母の笑い声、空の青さ、すべてが、まるで昨日のように鮮明だった。次に浮かんだのは、高校の卒業式だった。緊張で震える手で、証書を受け取った瞬間、客席で泣いていた母の顔が、見えた。遠くから見ても、はっきりとわかった。あなたを誇りに思う。と、口が動いていた。声は届かなかった。でも、伝わっていた。そして、去年のクリスマスの夜、家族3人で食卓を囲んだ。あの夜、父が冗談を言うたびに、母が笑った。サラも笑った。何でもない、平凡な夜だった。しかし今、その平凡さが、どれほど奇跡だったかが分かった。当たり前の夜など、一度もなかった。すべての瞬間が、特別だった。記憶はさらに溢れ続けた。初めて自転車に乗れた日、転んで泣いた膝、母が吹いてくれた。あの息のぬくもり、友達と夜通し語り合った。大学の寮の部屋、夢を語った。未来を笑った。怖くなかった。あの頃、それらすべてが、今、一つの問いかけとして、さらに迫ってきた。あなたの人生は、何だったのか。答えは、すでにその記憶の中にあった。愛されていた。愛していた。それだけで、十分だったのかもしれない。光は、まだそこにあった。声も、まだ待っていた。サラの中で、何かが静かに、しかし確かに、決まろうとしていた。記憶の最後に浮かんだのは、母の顔だった。今のあの顔ではなく、笑っていた頃の、あの顔だった。その笑顔に向かって、サラは一歩を踏み出す準備を始めていた。その瞬間は、誰も予測していなかった。モニターは、沈黙していた。心電図の線は、平らなままだった。医師たちは、もう手を止めていた。それが、午前3時14分のことだった。IMG、薄暗い集中治療室、モニターの前に立つ医師と看護師たち。静寂が支配する空間。看護師の一人が、シートを手に取ろうとした。その時だった。モニターが、鳴った。最初は、一度だけ、次に、また一度、そして、連続して、心拍が、戻っています。誰かが、震える声で言った。誰も、動けなかった。ただ、モニターを見つめていた。数値が、上がっていた。確かに、上がっていた。IMG、突然反応を示すモニター。数値が上昇していく画面。固まる医療スタッフ。主治医がに帰り、叫んだ。全員、持ち場に戻れ。急げ。集中治療室が、一瞬で動き出した。機械の音が、部屋を満たした。誰かが廊下に走り出た。待合室に向かって、父親に知らせるために、IMG、廊下を走る看護師。待合室の扉へ向かうシーン。父親は、椅子に座ったまま眠っていた。いや、眠れていなかった。ただ、うつむいていた。顔を上げると、看護師の目が濡れていた。お父さん、娘さんが、戻ってきました。その一言が、空気を割った。父親の口から、声にならない声が漏れた。膝から、力が抜けた。床に、崩れ落ちた。IMG、待合室で崩れ落ちる父親。涙をこらえる看護師。集中治療室の中では、サラがかすかに息をしていた。まだ意識はなかった。それでも、
胸が動いていた。確かに、動いていた。医師の一人が後から語っている。20年この仕事をしてきたが、あの夜のことは説明できない。医学的に、ありえない状況だった。別の看護師も、こう言った。彼女が戻ってきた時、部屋の温度が変わった気がした。寒くなったわけじゃない。何か、温かいものが入ってきたような感覚だった。IMG、静かに呼吸するサラ、モニターに映る安定した波形。誰もが、言葉を失っていた。しかし、その沈黙は絶望ではなかった。全員が、同じものを感じていた。説明できない何かを、理屈では届かない何かを。サラは、戻ってきた。光の側からではなく、母の笑顔の方へ向かって、この夜のことが、後に一通のメッセージと結びついた時、世界は、また新たな問いに直面することになる。サラが目を覚ました後、何かが変わっていた。誰の目にも、はっきりと見えるほどに、彼女は以前、小さなことでよく苛立っていた。友人関係の圧力、将来への漠然とした不安、毎日の些細なことに、疲れ果てていた。しかし今の彼女には、そういった焦りが、まるで消えていた。母のリンダは言う。退院した日の朝、サラはベッドから起き上がって、窓の外をじっと見ていた。何を見ているのか聞いたら、ただ微笑んで、全部、綺麗だな、と言ったんです。IMG、窓の外を静かに見つめる女性のシルエット、朝の柔らかい光、その言葉は短かった。しかし、重かった。サラはその後、ボランティア活動を始めた。病院の小児科病棟で、重い病気と闘う子供たちに寄り添うための活動だ。以前の彼女は、病院という場所が苦手だった。なのに今は、迷いなく、その扉を開く。怖くないの？と友人に聞かれたという。彼女はこう答えた。怖いって、何が？死ぬことなら、私はもう一度向き合ったから、その言葉を聞いた友人は、しばらく何も言えなかった。父のジェームズにも、変化があった。事故の夜、応急室の待合室で一人、壁に向かってつぶやいた言葉、誰にも言わなかった。あの独り言、神様、頼む、彼女だけは、連れて行かないでくれ。その言葉が、後にサラの携帯から届いたメッセージに、一字一句刻まれていた。それを知ってから、ジェームズは変わった。長年、宗教とは距離を置いていた男が、今は毎朝、静かに手を合わせている。家族全員が、以前とは違う目で、朝を迎えるようになった。リンダは言う。あの文字メッセージが来てから、私たちは、どう生きるか、を、もう一度考え直した。サラが戻ってきたことも、あのメッセージも、偶然じゃないと、今は確信している。説明できないことが、人を変える。理屈が届かない場所に、本当の何かが宿っているのかもしれない。しかしここで、一つの問いが残る。科学は、この出来事をどう説明するのか。そして、科学が説明できなかったとき、私たちは何を信じればいいのか。科学は、この出来事に正面から向き合った。通信会社の技術者たちは、まず回線記録を精査した。メッセージの送信タイムスタンプ、経由したサーバーのログ、電波の中継履歴、あらゆるデータを洗い出した。しかし、結論は一つだった。この送信は、技術的に説明できない。携帯電話の復元専門家も動いた。端末の内部ストレージ、削除されたデータの痕跡、バックグラウンドで動作していたアプリの履歴、何一つ、あのメッセージの発信源を示すものは見つからなかった。次に、神経科学者たちが別の角度から検証を試みた。グリーフハルシネーションという概念がある。深い悲しみの中にある人間が、亡くなった人からのメッセージを強く信じ込む心理的現象だ。しかし今回は違った。メッセージに記されていた内容、病院の医療スタッフが交わした具体的な会話、応急処置室の廊下で父親が一人つぶやいた言葉、それらは後に全員が証言で確認した。誰も外部に話していない内容だった。思い込みや幻覚では説明がつかなかった。ここで科学は静かに立ち止まる。わからないという言葉は科学にとって敗北ではない。むしろまだ解明されていない領域が存在することの正直な告白だ。量子力学が登場した時、人類は観測するだけで現実が変わるという事実に直面した。それまでの常識は根底から揺らいだ。未知は
いつも常識の外側にあった。一方で、冷静の視点はこう語る。愛は、肉体の死によって消えない。意識は、物理的な境界を超えることがある。サラが母親に伝えたかったこと、それは生きている者たちへの最後の橋渡しだったのかもしれない。科学と冷静は、対立するものではないのかもしれない。どちらも、人間が、真実に近づこうとする、異なる道なのだ。説明できないことが、人を変える。理屈の届かない場所に、本当の何かが宿っている。そして今、もう一つの問いが浮かび上がる。サラが残したメッセージには、まだ誰も気づいていない、ある一文が隠されていた。次回、その言葉の意味を最後まで読み解いていく。サラが残したメッセージ。それは、科学では説明できなかった。専門家たちも、首を横に振るしかなかった。でも、母親のシェリルは言う。説明できないことが、私には何よりも大切だった。と、娘が言った夜、病院の廊下で交わされた言葉、待合室で一人つぶやいた夫の声。誰も知るはずのないことが、あのメッセージには書かれていた。それは偶然だったのか、それとも、愛が時間と空間を超えた瞬間だったのか。シェリルは今、こう語る。サラは、私に伝えたかったんだと思う。あなたのことを、ずっと見ていると、説明できないことが、人を変える。理屈の届かない場所に、本当の何かが宿っている。私たちは、失った人を忘れない。そして、失った人もまた、私たちを忘れないのかもしれない。サラのメッセージには、まだ誰も気づいていない一文が残されていた。次回、その言葉の意味を最後まで読み解いていく。あなたは、その答えを受け取る準備ができているだろうか。